はいということでちょっとこんな地べたスタイルなんですけれども、やっていきたいと思います。今昼寝明けで頭がボワボワって感じなんですけど、まず私の荷物から紹介していきます。まずはね、絶対持ってくるよねっていうメイクポーチ。メイクポーチは旅行の時はいつもこれに入れてて、これはアメリカのネイミーズっていうメイクとかの問屋さんで買ったポーチなんだけど、すごく使えてこれを持ってきました。であとそれと一緒にメイクブラシだね。ブラシはこんな感じで入れてます。これはメイクアップフォーエバーのギフティングでついてたやつかなでいただきました。ブラシケースと、あとこの中に全部日焼け止めが入ってます。見せます。1個だけこれはちょっと後から入れたんで、これむくみを取る化粧水タイトニングミストブライトエレクトロンのやつ、電気針ブラシのが入ってるんですけど、まずこれパリで買ったのかな、バルセロナで買ったんだ。 SPF30 の日焼け止め、これ焼きたい時に使うやつで、これはそれと同じブランドのアフターサン、日焼けした後に塗るクリームで、ラゴムのスティックタイプの日焼け止めで、ハッチの日焼け止めミスト、パパパって上からシュシュシュッとなんつうのできるので手軽で好きです。であとは体にも使おうと思って、サミュの日焼け止めで、ラロシュポゼの日焼け止め違うバージョンのラロシュポゼの日焼け止め、あとこれもアスレチアの、UV ボディ用の日焼け止めミストなので、これもシュシュシュとやって、これは SPF30 とかだったかな、30なのでちょっと焼きながら塗る感じです。であとこれはウカの石垣レモングラスアウトドアボディミストって言って、なんかスースーするスプレーです。これも持ってきた。やっぱ暑いんでね、タイ。こんな感じで、あれ私ダルバ持ってきたつもりが普通に忘れてたわ。やば。じゃあサミュを塗るしかないですね。でこれがクリニークのボディクリーム、すごい高保湿でフルサイズで持ってきました。やっぱ日焼けした後しっかり保湿しないといけないので、クリニークのとシャンプーとコンディショナーはウカのこのサイズがちょうど今回ぐらい長い旅行の時はいいかなと思って、ウカのシャンコンを持ってきて、あと SK2 の化粧水もほぼなくなると、これはカドレってところのヘアオイルなんだけど、洗い流さないトリートメントとして使ってて、フリマやった時にファンの子がくれたやつ、ずっと旅行用で使ってます。これすごくいいです。ありがとうございます。でナルカのヘアオイル、これはヘアを洗い流さないトリートメントだけど、夜寝る前っていうよりはお出かけする時につけてます。であとエコバッグね、これはみちちゃんがパリのお土産で買ってきてくれたルージュのエコバッグ、なんかある時にパッてこれエコバッグは必ず入れてる。でこのダルバのポーチの中にはヘアセットが入ってます。グローニーのシュシュだったりとか、これさ、このブランドなんだっけ、なんていうブランド、ロエムだっけのボール付きのシュシュだったりとか、あと1個ヘアバンドってぐらいかな。で、海とか行くかなと思って一応サーキュラーキーっていうブランドの裏がタオルになってて、こっち可愛いでしょ、この柄で下に敷けるマットみたいな感じなんだけど、プラスタオルポンチョにもなるやつ、これリゾートとか宮古島とか行く時もそうだしは必ず持ってってます。でもう一個息子のものとか入れるかなと思ってちょっと大きめのエコバッグっていうの、あとニットから前に送られてきたシュノーケルを持ってきました。まだ使ったことないんだけどおしゃれでしょ。シュノーケルつけようと、なんかさすごいカタツムリみたいな、これがシュノーケルなの。めっちゃ引っかかっちゃってるわ。あとはちょうど来る前にトリーバーチからすごい素敵なバッグをいただいたので、じゃーん、超素敵でしょ。これタイにいいかも、寒いにいいかもと思って持ってきました。これで写真撮りたいなと思って、ちょっとディナーとか行く時にもいいかなみたいな。でサングラスは3つ持ってきてて、ちょうどこれもジェントルモンスターのブーケシリーズ、ブーケコレクションサングラス映ってるんでしょうか、こんな感じのサングラスと、あとこれか、葵ちゃんの
ゾフと葵ちゃんのコラボのメガネ、これも UV カット、クリアレンズなんだけど UV カット 100% なので、あ、リスだ、使ってます。あとバイオダンスの PDRN のパック、これすごく日焼けするからと思って持ってきた。あとね、このジェントルモンスターのね、こちらですね、デデデンブーケ、これリゾートにめっちゃ可愛いでしょと思って写真用に持ってきました。あとアノブのヘアオイルも持ってきてます。で帽子をキャップ1個とこれとこれとこれね、ちっちゃいんだよね、私の頭が大きくて、この藁っぽいやつと、あとヘレン・カミンスキの帽子は日焼け対策にとってもいいので洗えるし持ってきました。であと使わないだろうけど一応ヘアアイロン持ってきてて、あとはリールとか撮んなきゃいけないので三脚、これ携帯用でこれカメラ用の三脚と、あと鏡、これライトがつく鏡 Amazon で買ったんだけど、旅行の時はこのライト付き鏡を持ってきてます。あと帽子がジャックムースの帽子も持ってきてた、いっぱい帽子持ってきてた。でこの中にはそう水着が入ってます。でここに下着が入ってて、あと読むタイミングがあったらと思ってネントレの本読めたらいいな。あと適当にパックを持ってきました、日焼けするので。であとはスキンケアと洋服と、あとねもうあっちに置いちゃったんだけど B さんがウーファスの B さんを持ってきてて、あとビーチ用のバッグにプラダのバッグ、ラフィアのバッグを持ってきてて、あとこれもうさっきのビーチマットと同じブランドのサーキュラーキーのタオルっぽいバッグで、これリゾートの時めっちゃ使えるので、これをもうさっきも使ってたんだけど持ってきました。あ、ハサミを必ず入れてます。あと特に面白いものはないかな。このメイク落としはデュオのこれ両方使いかけなので1個丸々のがなくて使いかけの2つ持ってきてたりとかで、あと洋服はこんな量持ってきてます。はい、こんな感じのパッキングとね、これで綺麗にちょうどこっち側が余る感じになりました。じゃあ息子の方の行こうかな。こんなんでいいの？大丈夫？はい、では息子の方のスーツケースもこれもぴったりって感じだったかな。まずなんか水物系っていうの、日焼け止めだったり、虫除けだったり、お風呂セットは家でも普段からママ&キッズのものを使ってて、旅行用もママ&キッズを持ってきました。で日焼け止めはこのシンクベイビーっていうスティックタイプのやつと、あとウェレダの赤ちゃん使えるやつで、日焼け止めじゃないや虫除けはピジョンのアウトドアミストと、あと歯磨き粉でしょ、あとこれ出さなきゃ、あとミルク洗う用の洗剤と、これがディオールのメイク落としの赤ちゃん用のなんかメイク落としみたいなのがあって、それを詰め替えていい香り持ってきました。日焼け止めとかで言ったらちゃんと落としてあげた方がいいかなと思ってそれを持ってきてます。あとここに離乳食全部レトルトです。普段は作ってるんだけど旅行の時はレトルトにしようと思ってベビーフードをこんだけ7日分なのでかける2食14食で、スタイはコストコのこの使い捨てのスタイで、今ねあっちで今ご飯あげてくれちゃってるんだけど、一応容器を2つ洗えるので容器を2つと、あとスプーンを持ってきました。でここに一応まだ容器があるね、容器と洗う用のスポンジも持ってきた。あっちで洗うスポンジと、あと一応もう1個スプーン、これは B ボックスのスプーンで、あとちょっとお菓子、口どけお米棒、息子これすごい好きなのでちょっと潰れちゃってるな、お米を持ってきてて、すごい量だよね。しかしあとこれはお尻拭きは
リコをこのままフルサイズで持ってきました。出すとこうで、身の回りのものの除菌、アルコールタイプじゃないやつ、これ家でも使ってるんだけど、これも持ってきた。アルコールタイプも持ってきてます。あとね、エアラブ、ベビーカー、お出かけする時ベビーカーにつけようと思ってエアラブを持ってきました。あとはお出かけ用ミルク。うちお出かけ用ミルクはこのヒップってやつをヨーロッパから自分たちでマイルズがヨーロッパ出張とかの時いっぱい買ってきてあげてるんだけど、ヒップのミルク、これ機内持ち込みが200ミリだからできないのでスーツケースに入れて持ってきました。あと今ミルクはいい赤ちゃんなので、このラクラクパックを2箱持ってきてて、ジップロックに入れてあげてます。あっちにも置いちゃったんだけど、こんな感じでジップロックで、これはスプーン、持ってきたスプーンであげてます。あと海用のスイミングおむつでしょ、10個ぐらい持ってきました。あともし、多分やんないけど消毒する時用のスタッシャー、あと洗濯用のネット、あとこれ多分使わないかなって感じだけど、なんか寝っ転マットみたいな、これでも出しとこう。お風呂の時も使えるかなみたいな。こういうお風呂ってさ、大理石とかが多いからさ、これをさ置いたら、でも寝返りもするからここにいてくれないとは思うんだけど、一応これを持ってきたのと、あとお薬系ね、お薬とか肝腸とかがこの中に入ってます。でもやっぱおむつがさすごい量だよね。おむつでしょ、おむつでしょ。おむつは1日7個計算で持ってきました。なので42枚プラスアルファ夜用とかで、おむつとこのペットシートでおむつ替えをします。すごい量のおむつです。あとさっき載せ忘れたけど、大人用のこれ900円ぐらいアマゾンで浮き輪みたいなハンモック、プール用ハンモックをアマゾンで買って、あとこれ息子用のなんかスイムボボってやつ、浮き輪、これもアマゾンで買いました。で洋服はこの中に入ってて、こんな感じ、結構たくさん、洗えるとはいえど結構たくさん持ってきた。やっぱ着替えがさ、おもらししたとかさ、なんかそういうのがあった時用に着替えをいっぱいと思って、あとブランケット、これタイの友達にもらったタイの素材のやつで、タイに来たしと思って持ってきました。であと絵本は赤赤黒黒を持ってきました。これ息子が大好きでよく読むので。よし。でいつも持っているミルクボトルを洗う洗浄セット、これもあっち持ってっとこう。あとお風呂でお水で遊ぶおもちゃ、これ息子がお風呂の中で毎日遊んですごい好きでさ、ひよこちゃん、アヒルかな。あと哺乳瓶は 4つ持ってきました。あとは肌着とガーゼをこの中に入れてます。でパジャマ類をこの中に入れてきました。洗濯機あるからと思いつつすごい大荷物になっちゃったんだけど、そんな感じかな。はい、6泊のサムイ島の旅行に持ってきた荷物の紹介でした。持ってきたものはこんな感じで、ただ淡々と紹介したって感じなんですけど、もし参考になったら嬉しいなと思います。ちょっと昼寝してなんだかね、頭が痛くてちょっとすごいテンション低い動画でごめんなさい。なんか BGM かなんかで盛り上げといてくださいって感じなんですけど、本編の Vlog もぜひぜひ楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。では最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。もしなんか今後旅の持ち物とか撮るときにリクエストがあったりとか質問とかあったら教えてほしいなと思います。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。